皆さんこんにちは、フォトシンです。2025年最終日12月31日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いつの間にかですね、1年も終わりを迎えるというところで、もうちょっとね、早く、動画をね、ご挨拶の動画を上げようと思っていたんですけど、最終日になってしまいました。本当にね、この1年はですね、自然の中にたくさん、またね、足を運ぶことができたり、撮影もできたり、また個展もですね、2回ほど開いて、いろんな方にね、足を運んでいただいて、本当に皆さん貴重なね、時間を縫ってきていただいて、本当にありがとうございました。その他、YouTube のね、ご視聴だとか SNS とかでね、皆さんサポートしていただき、本当に、ありがとうございます。またね、来年も引き続き頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞ、皆様よろしくお願いいたします。で、今回は最終日になるんですけれども、初冬の撮影10作品解説とストーリー構成法ということで、最近ね、撮影した冬の作品を10点ほどね、紹介して、またいつも通りですね、解説とかね、いろいろと、考えをね、喋っていくような、そんなね、コーナーをやっていきたいと思います。いろんなね、皆さん休みで予定もあるかと思いますが、また時間がね、冬休み中にできましたら、ご覧いただけたらなというふうに思うんですけれども、ぜひですね、最後までお聞きいただけたらと思います。またね、来年の、年始めにはですね、新しい動画もね、公開しようと思うんですが、寒げなね、撮影でしたけれどもね、そちらもぜひお楽しみにしていてください。ということで、早速ですね、10個の作品を紹介していきたいと思います。それでは1枚目がこちらになります。初冬というとね、少し冷えてきて朝方に氷が張るということもね、あると思うんですけど、最初はね、少し氷のね、作品を紹介したいと思います。で、こちらはですね、よく冷えた日の朝、水たまりの、氷をですね、撮影した、ものになります。そんなにね、高いところで撮ったとかではなくて、実は家のね、近所の、水たまりで撮影したものなんですけれども、朝日がね、こう入り込んできて、キラキラとしているような、タイミングで、撮っています。で、真ん中がね、少しこう金色色になっているようなね感じだったんですけど、ものすごくそれがね気に入ったっていうところでね、すごく惹かれたんですけれども、どうなってるんだろうと思ってよくこう近くでね見てみると、少しこう濁っているというかね、土が混じっているような、そんなものが光の反射でこんな感じでね金色に輝いているというところで、非常にねユニークな、光の反射をねしていました。で、これを見た時にものすごくこう何かがねこう生まれてくるようなね、こう宇宙の中で星が生まれる超新星みたいな、そんなようなものをですねこうイメージしながらですね、撮影をしたというところなんですけれども、結構氷の世界っていうのはですね宇宙に例えやすかったり、こう連想しやすかったりすると思うんですけれども、まさにそんなようなことをですねイメージして、撮影をねしておりました。今回はねこの朝歩いている時にこんなね素晴らしい光景に出会えたのでね、本当に運が良かったなっていうね、この黄金色っていうのがねすごく気に入っていたんですけど、なんか金運が上がりそうなね、そんなような、こともね感じましたしね、年末ジャンボ買ってないんですけれども、なんかねそういった神秘というかね、何かが生まれてくるような、そういったものをね感じて撮影をしました。きっとね皆さんも住んでるエリアで水たまりがあったりすると思うんですけれども、そんなにねなんか撮影地みたいなとこ行かなくてもきっとね素晴らしいものに出会えたりすると思いますので、ぜひ、見つけたら、向き合ってちょっとねこう朝日と絡めたりして撮ってみるとね、面白いものが撮れるんじゃないかなと思います。続いてもね氷が絡んだ、撮影になるんですけれども、今年はですね結構池が早くにですねこう雪で蓋がね閉まってしまって、割とこう薄氷の中に、眠るこう水草とか、ハスとかですかね、そういったものがねちょっと撮る期間が短かったなというふうにね感じたんですけれども、最近結構ね12月20日以降ですね暖かい日が続いたじゃないですか。山の上でもですね結構雨が降ったりなんかして、久しぶりにこんな暖かい冬だなっていうのをですね感じたんですけれども、それを雨がですね一旦こう氷が張っていた池の水を溶かしてですね、その下で眠っていたハスをですね見せてくれたっていうね、そんなところで撮影した一枚になります。氷の下で眠っていたハスたちが姿を現したんですけれども、まだ少しこう秋のね、鮮やかさというか紅葉の姿を見せていたんですけれども、非常にね綺麗でしたね。そして溶けゆく氷がですねまだ少し残っていて、風が吹いていたんですけど、それでねこうゆらゆらと漂ってきて、こんな感じでハスのところに入ってきた、そんなところをですね掛け合わせて撮影をしています。そしてこの日は雨だったので、やはりこの雨の波紋というものもですね一緒
緒に入れたいっていう気持ちがあったので、それも合わせて波紋の姿をね、入れたというところになります。本当に何気ない一枚なんですけれども、氷があったり雨の波紋があるということで、この初冬の中で季節のね狭間っていうところが非常に、伝わるのかなというところもあったり、その中でまだ秋のね要素が残っているこのハスの姿ってものもですね、季節の狭間っていうのをですね感じられるような光景で、そんなところにですね私自身もねとても美しいなという思いで、撮影をしています。初冬になってねまだ雨降るのみたいなねところもあったりするんですけれども、どうしても、雨が降ったりすると雪もねぐちゃぐちゃになっていって、あんまり綺麗なものを撮れないんじゃないかっていうようなねイメージもあったりすると思うんですけど、予想しなかったようなねものに出会ったりすることもあるので、私自身はね結構雨の日は好んで、冬もですね撮影したりするんですけど、ぜひですねなんかこうネガティブなイメージを持たず、雨とか降っても何かあるっていう風にね思って自然の中にね足を運んでみると、結構面白いものに出会えたりするんじゃないかなと思います。そんなところでねちょっとこのハスの写真を紹介しております。続いてこちらも雨絡みの、氷の撮影になります。池の氷がですねもうすでに凍っていて、この池の氷はですね結構こう白いクリーミーな状態になっていた、そんなところに、枝が落ちてですね、凍りついた、そんなところをですね撮っています。で雨が降ったので水でこう膜が張っているような状態になっていて、そこにこうリフレクションが現れて、対岸にあった木の、カラマツの木なんですけれども、その木の、シルエットがね反射して、映っているような、そんな、ところになります。ここでは氷の上で、終えていく、このね小枝たちっていうところで、彼らがこう主役になって、これから冬の中で閉ざされていくね、冷たい世界で終えていくというところなんですけれども、そこにですねこう生きている、木々たちの存在をですねやはりこう少し混ぜることによって、こう命のねこのつながりというところをですね持てればなというところで、掛け合わせて撮影をしています。で後ろのねこうボケというか、リフレクションもですね、今回、絞りの値がですね F が13で撮っているんですが、 F20 とかで撮影するとねかなり木のシルエットがくっきりと、出てきます。被写界深度が深くなってリフレクションの世界の中の、木の存在もですね、かなりピントというか、キリッとした輪郭がわかるようなね感じになるんですけれども、13ぐらいにしてあげるとシルエットはなんとなくわかるけど、そこまで鮮明に映らないというかね、ちょっとボケてくれるような、そんな、表現ができるので、ここでは F13 を選択して、撮影をしました。折れてしまって終えていく木と、まだこの中でですね息づいている、生きている木の姿っていうのをですねさりげなく入れることによって、ここの中に流れている命のねこう循環みたいなものをですね、氷の世界の中のそういった命をですね、表現したよというものになります。雨が降ったりするとね池の表面も、膜が張ってリフレクションができたりしますので、何かこう、被写体をね決めたら、それプラスリフレクションと何かを絡めて、表現してみるというのもですね非常に面白いんじゃないかなというふうに思います。これもですねやはり雨が降ってくれたからこそ、撮影できた、一枚だったかなというふうにね思います。続いては笹の作品になります。初冬というとまだそんなに雪がないので、ところどころに植物が頭を出していたりするんですけれども、そのうちの一つが笹になります。笹もですね中途半端にこう頭を出していたりすることがあるので、結構木をメインで撮ろうと思った時には足元にね笹が中途半端に出ていて、ちょっとこう、騒がしいなと思ったりして、もうちょっと雪降ってから来ようかなみたいなこともねあると思うんですけれども、結構この笹がですね、主役になったりしてくれる、そんな時期かなと思います。でここはですね影がねすごく綺麗だったんですけれども、割とごちゃごちゃしていたので、なかなかこう何をメインにして撮っていけばいいのかっていうのがね難しい条件で、実は言うとねフォトツアーの中で、扱った場所だったんですけれど、皆さん頭を使いながらね、挑んでおりましたけれども、私はですねここでは、この笹、目の前にあるね笹をねちょっと、メインにしてね構成をしました。結構他のね笹と比べて、形がですねこう星型というかね、ちょっとこうアイコニックな形をしていたので、それだけでもね十分目を引いたというところもありましたし、他の笹はね木の陰に、隠れていたんですけれども、この笹はちょっと表に出ていたので、後ろから光を浴びて光を透過して、鮮やかなね緑をまとっていたというところになります。あともう一つ面白かったのは、この頭上にある、ミズナラの木なんですけれども、少しこう屈曲して、ユニークな形をしているんですが、その背中にね、割と、重そうなね雪をね乗せています。このね木があるからこそ、下の笹はですねこの雪の重みから守られているというかね、その中でのびのびとこう、雪の上でね、踊っているのか佇んでいるのかね、そんなようなところをね、見てほっこり
りしたというところでね、そこでそれを中心にして、構成をして撮影したというところになります。結構こういった場所ではですね、何を中心に撮っていけばいいのかっていうのがね、わからないこともあって、デザインから入るのか、ストーリーから入るのかっていうところで悩むこともあると思うんですけど、正直にこう自分がね、いいなとか、面白いな、可愛いなとか、そういった感情が、感じられるものをですね、まず見つけて、そこから周囲を整えていくとね、結構すんなりと行ったりすることもありますので、今回私はね、こんなところに惹かれてね、撮影をしました。このね、笹についての、お話っていうのはですね、ノートの方にですね、その他の、例をね、用いながらいろいろお話ししていますので、興味のある方は概要欄に、リンクがありますのでね、ノートの方もご確認いただければと思います。続いては少し小さな笹の一枚になります。これはですね、雪の中に埋もれている笹になるんですけれども、かろうじて、その先端部がですね、突き出ているような、そんな状態になります。そんなところでもうちょっとで埋もれてしまう、本当ね、最後の最後の瞬間というところで、その中で凍りついたね、笹を取っています。ちょっとこう、ろうそくがね、あるような、キャンドルの火が灯っているようなね、そんなところもね、綺麗だなというところもありましたし、ここではですね、ちょっとこう、ボケを使っているんですけれども、前ボケと後ろボケというところで、後ろボケがね、ちょっとこう、ゾワゾワっとしたね、感じをね、ちょっと表現したいなというところで、いろいろとね、背景をね、整えながらやったんですけれども、光が当たってね、きらびやかな感じはあるんだけれども、少しこの奥にですね、未来というかね、これから来る冬の厳しさみたいなものもですね、そういったものもちょっとこう余韻として残せたらなというところで、ちょっとこうゾワゾワっとしたね、こう波が襲ってくるような、そんなような背景をですね、ちょっと入れながら、静かに眠るんだけど、ちょっと厳しさが襲ってくるようなね、そんなところを表現するというところでやっております。やっぱりこうメインの被写体、ここでは、小さなね、笹の先端部になるんですけれども、これを活かそうと思ったら、背景をですね、どうするのかというところなんですが、今回はね、少し背景暗いところに、これを重ねているんですけれども、これをね、ちょっと白いところに重ねてしまうとね、ちょっとこう、喧嘩しますので、できるだけメインの被写体を活かすんであれば、背景をしっかりとですね、考えながら、一番ね、このメインの被写体が生きるように背景を選んでね、重ねてあげるような感じにしてあげると、いいのかなというふうにはね、思っています。今回はね、このゾワゾワっとしたこう波が襲ってくるようなね、そういったところをちょっと表現できればなというところで、今回この背景を選んで、やっております。そんな感じでちょっとこうもう溺れそうなね、そんな笹もね、見つけてみたりするのもですね、面白いんじゃないかなと思います。これは別に笹じゃなくてもね、できることなんじゃないかなと思います。続いても笹の作品になるんですけれども、どこに笹なんかあるのっていうところなんですが、そうですね、左上の、ところにですね、ちょこっと緑色のものがあるんですが、あれがね、笹になります。先ほどはね、パッと見てね、わかるところにあったんですけれども、今回はあえて、この左上の方に置いて、手前にぐしゃぐしゃとしたね、何か得体の知れないものがあるんですけれども、これはですね、実は標高の高いところにあるダケカンバと呼ばれるね、樹木の枝になります。ここにあったダケカンバというのはですね、私の胸元ぐらいですかね。そのぐらいの身長で、割とでも枝ぶりはね、良かったというね、細いんだけど、こう網目状に、張っている枝をね、持った、そんなね、ダケカンバでした。非常に寒い朝だったので、霧氷がね、その枝にびっしりとついていたというところなんですけれども、その中の奥にですね、笹があったので、今回このように配置をしてやっています。ここで私が一番伝えたかったのは、寒い世界で、まだ息づいている、小さなね、こう、息をね、呼吸をしているような、そんな笹の姿っていうのをですね、表現したくこのようにしております。なので主役は笹なんだけれども、あえて、左上にね、配置して小さく表現しているというところなんですね。本当は主役だったら、じゃあもっとど真ん中に置けよ、分かりやすく資料っていうところなんですけれども、そうではなくて、あえて、端っこにしたりとかすることによって、小さな息遣いだとか、小さなこの存在というものをですね、強調することができる。そして、この霧氷のついた、網目状になったね、この、枝ですね。それがこの寒さというものをですね、非常に強く表している。この寒さの中で、小さく生きている笹っていうのをですね、表現するために、あえてこのような配置にして、撮影をしています。この作品のタイトルはね、小声というね、小さな声というね、タイトルに、しているんですけれども、小さな声をね、この笹が発しているというような、そしてその小声というのはね、凍えるの、この寒くてブルブルする小声っていうものもですね、含んでいるというような、そんな、意味合いでですね、小声というね、タイトルをね、私はつけました。そんな感じでね、ちょっとこう笹を使ってね、いろんな表現をしたんですが、ここではね、こう寒さを、どうやって表そうといったところで、この枝を使ったというところと、あとはあえて
その主役となるものをですね、小さく端っこに置いたっていうところ、そんなところがね、ポイントだったのかなと思います。ぜひですね、何かそう自分のイメージに合った、そういったシーンがあればですね、こんな表現もね、いいんじゃないかなと思います。続いてはこちらの作品になります。ちょっとシンプルな作品になるんですけれども、そしてユニークな形をしたね、植物をね、撮影しています。これはですね、オヤマボクチというね、植物になるんですが、アザミみたいなね、形をした、そんな植物になります。冬になるとね、丸いブラシのような、姿で、結構シルエットがね、目立つので、可愛いんですけれども、それと、背景のね、池の姿っていうのをですね、ちょっと掛け合わせて撮影をしています。ここでは背景がね、少しポイントになってくるんですが、池がですね、一回凍って、そこで雪が積もったという状況で、ただやっぱ日中ですね、暖かくなったりして溶けていくんですけれども、その溶けいく中でできた、色の変化っていうところですね。一番下の、ところはね、割と新雪が、積もって、まだ溶けていない状態なんですが、上に行くに従ってちょっと灰色になっていくというね、それによって3つのゾーンがですね、現れているというね、そんな、ところになります。でそこにうまくこのね、オヤマボクチの、この先端部をですね、ポンポンポンと、各色のところに配置をしたっていうのがですね、今回の作品になっています。たまたま3つあったのでね、プラス後ろに3つのゾーンがですね、雪のゾーンがあったので、それを掛け合わせて、このように配置をしています。メインの被写体はオヤマボクチなんだけど、この雪が降って、池がね、溶けていったりとかね、やっぱ池って、冬の中でもね、温度の変化によって模様が変わったりとか、溶けたりしてちょっとグレーになったりとかね、いろんな色の変化があったりするんですけれども、それを掛け合わせたというところになります。割と初冬とか、あとは、残雪期ですね、暖かくなり始めるような時期とかではこういった池の変化、色の変化もあったりするんですけれども、何か冬のね、植物、そういった姿と後ろのね、何か背景ですね、季節のどのポイントにあるのかっていうのをですね、さりげなく伝えるような背景を交えることによって季節感をですね、出したりすることもできるかなと思うので、すごく分かりやすいっていうね、ものではないんだけれども、さりげなく入れ込むっていうこともですね、表現としてはすごく面白いと思いますので、今回はね、ちょっとこんな可愛い大山牧地のですね、作品をね、ちょっと使いながら池の背景と絡めるというところをですね、紹介させていただきました。続いては影の作品になります。やはり冬になると雪面が白くなって、よく晴れた日なんかはですね、非常に綺麗なね、影が映し出されたりしますね。特に大きい木があったりとかね、すると、そういった影がね、すごくダイナミックに出てくれるので、そういったものをね、撮ったりするのもね、非常に楽しいと思います。で、ここはですね、起伏があったりするところに、大きい水ならのね、巨木が立っていて、それによって、できたね、影が映し出されているような状態になります。ここはですね、斜面のところに木があったりしましたので、それによってね、影が映し出されるんですけどね、面白い曲線をね、描くんですね。それがすごくね、綺麗なデザインを生んでいる、その影のね、間に、このね、大きい巨木を入れてあげたというところになります。森というとね、木々たちがいっぱいあるんだけれども、こういった冬の中で晴れた日とかね、そういった時は影がね、この森の新しいデザインを生んでくれたりするので、そういったところに非常にね、惹かれて、ここではね、撮影をして撮っているというところになります。おまけに前日にね、結構冷たい風が吹きつけて、湿度もあったので、霧氷していたので、光をね、浴びてね、すごくキラキラとしてね、綺麗な姿でね、ありました。やはりね、冬は影が本当に綺麗なので、よく晴れた日なんかはですね、ぜひいろんな雪原を見て、植物たちの作る影をね、楽しんでみてはいかがでしょうか。さて、残すところあと2つとなりました。続いてはですね、ものすごく冷えた日の朝に、林の中で撮った、1枚になります。これはですね、前日ですね、放射冷却でかなりね、冷えて、雪も降ったんですけれども、その後に、上空が晴れて放射冷却で霧氷がね、綺麗についている、そんなね、中に太陽が昇ってきたというところになります。ただ太陽が普通に昇ってくるだけではね、こんなにすごい光芒っていうか、そういったものはね、発生しないんですけれども、近くにね、流れている、川があるんですけれども、小川があるんですけれどもね、そこからもやがですね、発生して、そこに太陽の光がね、透過して、光芒が発生したというところになります。
で、この木のね、形状もものすごくね、こう、伸び伸びとした形をしていて、ちょうどそこにですね、この工房が入り込むことによって、この木々たちが氷の世界から目覚めていくようなね、何かそんなようなイメージを抱きながら撮影したというところですね。冷たい世界にこう火がバッとこう灯るようなね、着火してこう火がついていくような、そんなような、イメージになるんですけれども、結構ね、森とか行ってると、川が流れていたりすると思うんですけれども、よく冷えた日はね、こうもやが上がっていたりとか、しますので、そういったものとね、こういった太陽の光を絡めて工房をね、使って撮ってみてもね、非常に面白いんじゃないかなと思います。いろいろロケハンとかね、しながら、川はどこに流れてるんだろうとか、そういうことも、気にしながらね、撮影地を選んでみるとね、非常に面白いというふうに思います。そして最後の1枚はこちらになります。これは先日、上高地で撮影してきた、ものになるんですが、水の上に、浮かぶ流木になります。これはですね、夕暮れ時に撮影したものになるんですけれども、後ろに穂高のね、山が、あります。雪がね、たくさん積もっていて、そこにね、こう夕焼けが映し出されているような状態になるんですが、それをね、湖面に映して、撮っているというところですね。湖面に映ったリフレクションの、ところにこの流木を重ねて、撮影をしたというところですね。これをね、撮影した思いというのはですね、やはり上高地というのは、割とこう暴れ川というかね、あずさ川って暴れ川なので、木々たちがね、たくさん流れてくるんですよね。もう本当にこの1、2年でもですね、地形が大きく変わって、特に大正池とか、田代湿原にかけての河原とかなんかはですね、かなり姿が変わっていて、びっくりするんですけれども、そこで、常にですね、新しい流木が流れてくるんですが、そういったものをですね、ちょっと、見つけてみて、後ろの山と絡めているというところですね。この流木もですね、どこで生まれ育ったか、ちょっと定かではないんですけれども、きっとね、この穂高の山の、麓で、生きていた木々が、土砂とかね、そういったいろんなもので、流されて、ここにたどり着いて終わっていくというところだったんですけれども、もちろんね、このまま沈んでいったりとか、どっか流されていったりとかね、するかもしれないんですが、私の気持ちとしては、またね、再びこの穂高に、帰っていくというかね、そんなようなことをですね、このリフレクションを使って生まれ育った故郷に戻っていくじゃないですけれども、そういったところをですね、このリフレクションの中で、構成できたらなというところで、表現をしました。かつですね、この朽ちて終わっていくというところをですね、ただ単にこう悲しみみたいな形で終えていくのではなく、少しこう温かみのあるような、まさにこの焼けた、山の姿というものを重ねることによって、ちょっとこうぬくもりのあるようなね、家に帰っていくような、そういった特別な思いをですね、ちょっと乗せるというところで、あえてこの焼けたところに入れ込むというような形で、表現をしたというところになります。上高地っていうのは本当にダイナミックなね、山岳風景っていうのもですね、素晴らしいんですけれども、結構こういったね、川の周りというのはですね、荒れたところがあったりとか、流された流木があったりとか、小さなところにも、素晴らしい自然がね、あったりするので、私はとても好きなんですけれども、本当にね、上高地らしいかって言われるとね、そうではないかもしれないんですけれども、必ずしも、撮影地のロケーションというかね、そういった情報を入れ込まなきゃいけないかというと、私自身はそうではないかなというふうに思っていますので、これ見たら、そこですよね、じゃなくて、なんとなくでもそこなのかなとか、やんわり伝えるような形でやっていくっていうのもですね、奥深さがあるのかなと思いますので、小さな視点もですね、持ちながら、撮影をしていくと、面白いのかなと思います。ということで、こちらがね、最後の作品になりました。はい。ということで、今回は年末のご挨拶と初頭の撮影10、作品解説とストーリー構成法ということで、10個のですね、作品を紹介させていただきながらお話をね、させていただきました。何かね、少しでも皆様のね、撮影の参考になることが含まれていたら、非常に嬉しく思います。まだまだこれから厳しい冬がやってまいりますのでね、皆さんも、体に気をつけて、撮影をね、楽しんでいただければと思います。また、私のね、冬のフォトツアーもですね、開催しておりますので、前半はあと1枠だけね、空いているのかなと思いますので、そちらもお待ちしております。後半はですね、だいたい6割、7割ぐらいですかね、埋まっているような状態ですので、まだ少し空きはありますので、興味のある方はぜひご参加をしていただければと思います。詳細は概要欄の方にリンクがありますので、ぜひチェックをしていただければと思います。はい、ということでね、1年終わりましたけれども、皆様本当に、1年間ね、ありがとうございました。そしてまた来年もですね、楽しくですね、撮影もして、いろいろと調整もあるかと思いますけれども、私自身も頑張っていきますので、皆さん一緒に頑張ってまいりましょう。ということで、皆様良いお年をお迎えください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。